こんにちは。今日は前に扱ったピックスバースと同じ形式でまだ扱ってなかった動画生成 AI バイド AI の性能を見ていきたいと思います。いい感じかどうかぜひ確認してください。では本編始まります。ピックスバース前に紹介したじゃないですか。あれのやり直しというか、結局もう一個なんか似たようなやつが出てきたんで、ほぼ同じことやらせてみましたよってのが、やらすのがちょうどいいかなというふうに思ったんでですね。正直もう資料もコピペして、それに動画追加したっていうのと、ほぼ同じですね。ただこういう似たサービスを比較するにあたってはですね、同じ条件で比較すると、そこら辺の違いも見やすくていいかなっていうところで。とはいえ、私なんですね、バイドゥ AI ですね。で、バイドゥ2、都市国のバイドゥを思い出しますけれどもですね。100度の方ですね。はい。それ、関係あるのか関係ないのか。一応、上元見ると違う名前だったんで関係ないかなと思ったら、一応出資の会社の中の一つにバイドゥあってですね、関係あるのかないんだかいまいちわかんないというようなところでした。はい。なんで正直、いまいちわかってません。ただ、結局動画生成 AI 系のサービスの一つだねっていうところで、それ以外は他とほぼ同じなんでですね。特に特徴があるわけでもなくですね。一番気になるところで言うと品質と、あとはどんだけ作れるのってところですね。で、動画はちょっと他と比べて1秒短めではあるんですが、ただ、1クレジット1秒で、月80万クレジットなんで、4×20 で、80クレジット。その20動画分ぐらいですよと。で、わかんないですけども、作成が入れ早かったですね。はい。ってところです。で、そんな感じですね。はい。それぐらいのところでして、いろいろ書いてあるんですが、結論から言うと、とりあえず、はい、仲良くあるようなやつってはい。それはなくてですね、はい。ちょっと実物見ていただくのは分かりやすいかなと思います。はい。ってところでですね。これ見ていくのは、前回とほぼ同じやつですね。をですね、同じように見ていきたいと思います。で、左上が、このバイデューのやつで、右上が、前回のやつで、左下にちょっと今回は、新しく前回のピックスバースですね、の結果出して、右下が、ソースって感じですね。そんな感じで見ていきます。で、一つ目が、前回やったやつですね。ですけれどもですね、はい。で、右上が一番、今といいって言ってるクレーニングのやつで、早々に微妙な感じが出てきますけども。ただこれちょっと気をつけなきゃいけないのはですね、先ほどのちょっとモードでちょっと見ますね。はい。モードでですね、普通のイメージトゥービデオとは別でですね、リファレンストゥービデオみたいな感じのやつがあってですね、この複数の動画を参考にいろいろ作るよっていう、以前に私がクリングだかなんだかでやばい動画作ったってあったじゃないですか。あれに近いような感じの、はい。一応要素として参考しますけども、そのままコピーる感じじゃないよってやつだと思われますね。なのでちょっとそのモードだとちょっと変な感じの、スタイルにになってもしょうがないかなと。普通のイメージトゥービデオであると次でこんな感じですね。さっきのはずにはしてですね、はい。一応元の絵柄の、ちゃんと引き継いではいるかなっていうところではあります。ただ、あとあれですね、解像度そんな高くないですよね。出てくるのがですね。48p なんで、ぼんやりした感じでですね、微妙な感じっていう。あとそもそも動きも変なんでですね。そこも正直今、こんなが一番微妙だねっていう感じはなんでというところです。はい。なんで別に、面白くねえなっていう感じですよ。とは別のやつ試してみると、そもそもこれプロンプト、アンチピーナスですけども。プロンプトをまずですね、ちゃんと理解してないなって感じをしていてですね。はい。面白いですよ。一つだけレベルが違う。違う。あれですね。はい。逆にプロンプトをまず理解してないなっていうことで。はい。面白いですよ。はい。どういうことって感じですね。はい。とりあえずはい。そのレベルというところですね。はい。というところで、とりあえず今のところダメだなというところです。はい。で、じゃあ実写系どうなのってところですが、これは意外とですね、はい。ちゃんと消えちゃうのがちょっとあれなんですけれどもですね。はい。悪くない。意外と動きとかですね、そこら辺はですね、やってるんでですね。ここら辺入るのかもですね、とんでも系に比べるとですね、ちょっと消えちゃうところだけおかしいですけども、それ以外のごちゃごちゃやってるところは悪くないかなって感じしますよ、ということですね、はい。たださっき言ったように、やっぱ低解像度なんで、レンダリーにぼんやりしてるっていうのが、ちょっとやっぱ気にはなるところではありますよね、はい。そこがちょっと嫌だなって感じでした、はい。ってなところで、あと、そうですね。同じ実写系のやつですね。これもやっぱで一つだけ性能低いなってやつですね。こっち向いて手振ってるよってやつなんだけども。はい。やっぱ、そもそもこっち向いてね。そうですね。手がぼんやりしてて、あとマイク一瞬向いてるみたいなね。ちょっとマジックしてますね。はい、そう、マジック。
こういう特技です。なんかスローモーションで再生してみましたみたいな人。まあそういう面白さはあるんですけど、やっぱりレベル1対いいなっていうのがちょっとしか確かに、そうですね。そんな感じはしますね。はい。ってな感じですよ。で、まあもう一つですね。まあこれが意外と仲良かったっすね。はい。まあ。爆発して壊れるってやつですけども、まあピックスバス微妙でしたけどもですね。はい。バイドはちゃんとこれ、壊れてくれるんでですね。はい。これに関してはまあ、ゲームのなんかアクションみたいな感じでちょっとはい。エフェクトとなんか壊れる部分がなんか別物みたいな感じでやってますけど。確かに。はい。まあでも一応、プロンプト連打したがいいという意味だと、まあファイルについて悪くないかなって感じはしますね。はい。まあそんな感じでですね。まあなんか完全にダメって言えないくもないけどなんかみたいなのがずっと続く感じですね。はい。で、フラッシュモブに関してもですね、これ、そもそもモブしてくれませんね。はい。なんか雰囲気ゴニョゴニョするわけって感じですね。特に同じ動きもしないでですね。まあ多分、フラッシュモブ自体がなんか、この糸をやっぱりうまく組んでくれてねえのかなって感じがしますね。まあそういう意味ではやっぱりプロンプトの理解力はちょっと低いかなって気はしますね。はい。まあなんで、そこら辺もちょっと微妙だよという感じです。はい。まあで、ここまででそんなにいいとこなしなんですがですね、最後。もうちょっと、これちょっと面白系ですね。これはまあ火吹くんですけれどもですね、まあちょっとはい、まあ微妙というかですね、はい。まあ、結局なんか自分が吐いて焼かれてるっていう。まあ一応まあ火吐いてはいるんですけどもって感じですね。あとなんかやっぱりなんか低解像度感と、あとなんか知らんけどドラゴンがたまに、あまりなんか中国の竜っぽくなくて、いわゆるなんか、どこだろうな。なんかロシアのなんかそういうなんかね、人形劇とかでなんか作られそうななんか独特のなんか竜の感じ。あと、コマ撮りアクションみたいな感じでホキーはなっててですね。はい。なんかすごく不思議な絵に上がってますね。面白みはあるんだけど、なんか違うなって感じですね。で、最終的に自分自身が焼かれてる演出になってるの。そんな感じの謎っていうところですね。はい。まあそんな感じでですね。まあ結論から言うとまあシンプルにですね。まあいまいちだねという感じですね。というところでですね。なんかね、完全見捨てるわけにもいかんけども、基本的になんか微妙だなっていうところがあるんでですね。まあなんか他の動画生成 AI でうまくいかなかった時にこっちで同じようなプロンプトでやってみて、まあ、うまくいけラッキー。まあ、基本うまくいかないねぐらいの感じの感覚かなっていうところですね。まあ、そんなわけで、はい。まあ、最初に言いましたけど、まあ、小ネタというところですね。はい。そういうところでしたというところですね。まあ、なかなか、そうですね。いい動画生成 AI は。ないですね。まあ、ただ、まあ、それぞれが少し作れて、まあ、それで癖がある感じなんで、まあ、そういう意味ではね、やっぱりいろんなサービスね、やっぱ、作ってみて、うまくいったらラッキーぐらいの感じでやってみるのがいいかな。明らかにダメっていうのは、なんかね、まあ今回のやつはちょっとだいぶダメな方の部類でしたけれどもですね。まあやっぱりなんか、たまになんか、ラッキーパンチでうまくいくみたいなのあったりするんでですね。まあそういう意味では、サービス自体はたくさんあってもいいのかなって気はしなくもないですね。はい。お疲れ様です。バイド AI 微妙でしたね。ただ、たまに面白動画ができるので、ついつい遊んでみたくなっちゃいますね。今後も動画生成 AI いろいろ作って使いこなしたいですね。ではまたお会いしましょう。